皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1167日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1260名、戦車5両、装甲戦闘車8両、砲43門、多連装ロケット1両、ドローン137機、その他車両109両となっています。戦線全体では180回の地上戦の報告があり、12時間ごとに更新される最新の数字では200回を超えています。ロシア軍は戦勝記念日に戦果を報告できるよう攻勢を強めています。一方、英国国防省は定期報告で、ロシア軍の兵士の損失は95万人に達し、年々増加し、今年は最も血生臭いと警告しました。また、ロシアの人口動態は自己崩壊状態となり、若者の大量死により、今後も人口の減少が続き、長期間かつ多方面に回復不能な影響が出るとしています。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。昨日の動画でもお伝えしましたが、水上ドローンが戦闘機を撃墜するという歴史的戦果について、ウクライナ国防省主要情報総局 GUR のブダノフ長官は、3機のマグラ水上ドローンのうち2機がミサイルを発射し、Su-30 戦闘機を2機撃墜したと述べました。ロシア軍では数十機のドローンによる攻撃を主張していましたが、実際はたった3機の水上ドローンで2機撃墜し、ロシア軍の損失は合わせて1億ドル150億円となりました。さらに、ブダノフ長官はウォーゾーンのコメントで、使用したミサイルはテストの結果、AIM-9 サイドワインダーが最適だったと説明し、水上ドローンは従来のマグラ V5 を大型化したマグラ V7 であることも判明しました。マグラ V7 はこれまでの V5 に比べ船体幅が広く、全長が 5.5 メートルから8メートルに拡大し、サイドワインダーは発射時にレールが持ち上がる仕様になっているとのことです。また、撃墜された Su-30 は、1機のパイロットは近くの民間船に救助されたものの、もう1機のパイロットは生き残ることはできなかったと述べました。ウクライナの水上ドローンは自爆攻撃から始まり、機関砲、対地ミサイル、対空ミサイル、ドローンを搭載したものがあり、水上ドローン艦隊にロシア軍の持つ兵器で対抗できるものはなく、大きな脅威となりました。2番目。ニューヨークタイムズによると、イスラエルはウクライナに対し夏にパトリオット防空システムを供与することが判明しました。また、ドイツとギリシャも供与する可能性があると伝えています。記事では、トランプ大統領かバイデン前大統領のうち、誰がいつ承認したかについては明らかにできないとしています。これにより、ウクライナは修理中の2セットを含め10セットのシステムを持つことになります。3番目。中国内務省は声明で、習近平国家主席が5月9日のロシア戦勝記念パレードに参加すると発表しました。一方、モスクワでは、軍事パレードに先立ち、280の防空システムがモスクワに配備される模様です。軍事ジャーナリストのザプリエンコ氏によると、カザン、グロズヌイから防空システムが次々運び込まれていて、検出、迎撃、長距離防空、近接防空の4階層で防衛を行うとのことです。4番目。最後に、ゼレンスキー大統領は
チェコのパベル大統領と会談後の共同記者会見で、ウクライナは今年300万発の砲弾を受け取る見込みを表明しました。そのうち180万発はチェコが主導するプログラムによるとのことです。パベル大統領は今年中に和平が訪れると想定できないと述べ、来年の砲弾供給についても話し合ったとのことです。それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと日付とともに追いかけることができます。また、この分野でこれまで起きた様々な事案からルジアンやルシアン軍など YouTube に最適化した表現を使用しています。北東部スームイ、クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が侵攻の目標としているはずのスームイから、クルスク、ベルゴロド、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。作戦に影響を与えるスームイの天気は、晴れ。最高気温26度、最低気温12度。今日の天気予報は雨となっています。これらの方面でルジアンは、クルスク方面で23回、ハルキウ方面では3回攻撃を行いました。クルスク方面。この方面では、ルシアン軍が奪還を主張して以来、ウクライナ軍を完全に追い出すことができず、そのうちに兵力が損耗し、苦戦しています。そのうち、オレシュニャでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が集落南東にある水道タンクに旗を掲げて占領を主張しました。ご覧いただいているのは、地図の場所の様子となっています。明らかに磁石でくっつけたものとなっていますので、戦況図では、この付近を、ウクライナ軍の占領地から1キロほどの範囲で係争地に更新しました。それ以外には、戦況図に影響のある情報はなく、ルジアンの攻勢は、次の増援が来るまでゆっくりと衰えつつあります。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面では5回、スバトベクレミンナ戦は12回、シベルスク周辺では1回、チャシフヤール方面で6回、トレツクの方向で4回攻撃を行いましたが、ルシアン軍に前進はなく、戦況図に変更はありませんでした。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面で、ルジアンは、ポクロフスク方面で68回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で56回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ポクロフスクの郊外で、ルジアンが攻勢を強化しています。ルジアンのオートバイ戦術は進化し、2人乗りで、1人が運転手、1人が機関銃を操作してスタートし、途中ドローンや消火器で1人が無力化されても、もう1人がオートバイで前進を続けられるよう考えられています。ウクライナ軍のトレフボフ報道官は、最近のロシアン軍の攻勢の激化について、この方面では部隊をローテーションさせて攻勢を行っていて、標準的な戦術はオートバイの車列となったと説明し、敵は12台から100台のバイクを使い前進を試みる。ドローンは1台ずつしか破壊できないため、これが効果的な戦術だと考えている。敵は戦勝記念日に向けて何らかの成果を示したいと考えているようだが、この付近の野原にはベルリンに匹敵するものはなく、戦果といっても何があるのか疑問だと皮肉交じりに説明しました。1番目。ポクロフスクの東側にあるスタラミコライフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンがウクライナ軍陣地に攻撃を行って動きを牽制してから集落に向けて攻撃を行いました。ウクライナ軍は応戦し、ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第109国境警備旅団のもので、
地図の場所にいるルジアンを観察している様子となっています。この攻撃により、ルジアンは集落の最初の家に取り付き始めたことが確認でき、戦況図では、係争地の範囲が1キロ拡大したとして更新しました。2番目。また、複数の情報によると、ルシアン軍は、タラシフカからオレクサンドロピルに攻勢を開始しました。ルシアン軍は、オレクサンドロピルにドローンで攻撃を開始し、ウクライナ軍の反撃を防ぎながら、タラシフカの東の郊外を前進し、勢力を拡大させています。その範囲を、係争地からルシアン軍が占領したとして更新し、タラシフカとその南のゼレネポールは、ルシアン軍が占領したとして更新しました。この先には、特に戦術的に重要なものはありませんが、ルシアン軍は前進することを重視している模様です。面積は6平方キロになります。3番目。また、その西のボディアーネドルヘでは、支配が入れ替わる激戦となりました。まず、ルシアン軍が集落に突入し、占領しました。その後ウクライナ軍が反撃し、捕虜の解放作戦を行いました。ウクライナ軍は、ダメ池の東西で、ドローンにより、ルジアンの前進を抑えながら、工場付近の陣地を吸収しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第120偵察大隊のもので、地図の場所の様子となっています。この攻撃により、付近にいたルジアンは壊滅し、逃亡しようとした部隊も撃退され、ウクライナ軍の捕虜が解放されました。しかし、その後の位置情報付きの映像では、集落は引き続き、ルジアン側が占領を継続し、ウクライナ軍がドローンで前進を阻止しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第38海兵旅団のもので、地図の場所の様子となっています。結局、戦況図では、ボディアーネドルヘの集落をルジアンが占領したとして更新しました。面積は1平方キロになります。3番目。ポクロフスクの西にあるコトリネでは、再び激戦となり、位置情報付きの映像によると、ルジアンが再び攻勢を仕掛け、集落に入りました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のコリブリチームのもので、おそらく結成されて間もないドローン部隊と思われますが、コトリネ集落に入ってきたルジアンを観察しているところとなっています。この付近は3月下旬にウクライナ軍が奪還したところですが、集落の一部を再度係争地に更新しました。コトリネでは、ウクライナ軍の部隊も集落に入り、陣地を構えて抵抗を続けていることから、緊迫した接近戦となっています。4番目。ウスペニフカの北では、ルジアンがソロナ川に沿って西に攻撃を仕掛け、一旦はルジアンが占領しましたが、ウクライナ軍が反撃を行いました。こちらは、ウクライナ軍のスパルタン第3国家警備隊第4大隊のもので、地図の場所に駆けつけて部隊が展開し、ルジアンの掃討作戦を行っているところとなります。この場所は、3月から4月にかけてウクライナ軍が奪還したところでしたが、再度係争地に更新しました。5番目。西側正面のヤセノベとアンドリーフカの間の郊外では、複数の情報を総合すると、ウクライナ軍はこの付近で防衛を行っていないことから、畑1枚から2枚程度の幅でルジアンが占領したとして、戦況図を更新しました。面積は10平方キロになります。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面でも、ルジアンは攻勢を強化していて、様々な方向で突破を図っています。そのうち、ビルネポールでは、ルジアンが装甲車両とオートバイによる大規模な攻撃を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第31機械化旅団のもので、地図の場所の様子となっています。ウクライナ軍は、集落の入り口にキルゾーンを設け、ルジアンは、そこで多くが撃退されました。しかし、一部のルジアンは、そこを突破して集落に取り付きましたが、結局は撃退されました。この攻撃により、ルジアン90名以上が無力化され、装甲車、
オートバイを含む60台以上の装備が破壊されました。戦況図に変更はありません。後方地域。今日もルシアン領内と占領地で不審な出来事が起きています。1番目。モスクワでは5月2日から始まった季節外れの雪により348地域で停電が発生した情報があります。停電は2日間続き、237の送電線がストップし、4400の変電所で停電となったとのことです。気象台は降水量に換算して14ミリ相当の雪が積もったとしていますが、道路のメンテナンスができていないのか、影響は過去15年間で最大のものとなり、倒木により各地で通行止めになっている情報があります。2番目。また、モスクワの高層住宅で原因不明の爆発が発生した情報があります。9階建ての2つの建物が火災で燃えていて、天井が崩落し、多くの人が助けを求めているとのことです。3番目。ブリャンスクでは、電子機器を生産するストレラ工場に正体不明のドローン攻撃があり、工場は管理棟と作業棟に重大な損傷を受け、操業不能になった情報があります。ウクライナ軍からコメントなどはなく、この工場では、レーダーの部品など防衛施設向けの電子機器を製造し、昨年10月には、ウクライナ軍の攻撃があったとのことです。4番目。ドネツクのノボグロドフカという場所にあるロシアン軍の司令部に空爆があり、司令部とドローンの管制施設が完全に破壊された情報があります。攻撃は、ウクライナ軍の Su-27 から JDAM 精密誘導爆弾を使用し、損害は評価中としながらも、中にいたロシアン軍の指揮官やドローンオペレーターが地面に召された可能性があります。5番目。昨日お伝えしたノボロシースクでは、地元当局は170機以上のドローン、14機の水上ドローン、3発のネプチューンミサイル、8発のストームシャドウによる攻撃があったとして非常事態を宣言しました。映像では治安当局に関連する建物に損害が発生した様子が確認できます。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面でルジアンは3回攻撃を行いました。オリヒウ方面。オリヒウの南西にあるネステリアンカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンのオートバイ部隊がオリヒウ方向に攻撃を行いましたが、地図の場所で撃退されました。ご覧いただいているのはウクライナ側のもので、ネステリアンカの集落を出発するところからバッチリ監視されていて、しばらく失踪しましたが、地図の場所で地面に召されました。戦況図に変更はありません。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するTwitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。